AI の登場によってこれまでの流れとは違う新しい時代が来ていることを皆さん感じていると思います。先が見えない曲がり角に近づいている。まさに2026年の今、その感覚は本能的な直感として日に日に濃くなっているように思います。私たちはこの時代の転換期をどうやって乗り越えればいいのでしょうか。でも安心してください。この大転換期を不安に怯えることなく乗り越えるためのヒント。それが脳と意識を探求しているネドジュンさんの語る意識変容です。ネドジュンさんは2016年に頭の中のぐるぐるとした独り言、自動思考が突然消え、現代人の多くが優位になっている左脳意識から右脳意識へと切り替わったといいます。今回はそんなネドジュンさんのお話をベースに、なぜ私たちは未来が怖いのか、そして考えるから感じるへシフトした先に待っている圧倒的に美しい世界についてわかりやすく解説していきます。この動画を最後まで聞いていただければ、今感じている不安の正体がカチッとわかり、心が軽くなる感覚が訪れるかもしれません。画面はあまり見ずに耳を傾けながらリラックスしてお聞きください。まず大前提として私たち人間は変化が怖い生き物です。新しい時代、知らないこと、初めての体験。これらを前にして恐怖や不安を感じるのはあなたの心が弱いからではありません。生物として当たり前の反応です。例えば楽しみにしていた旅行。前日の夜になって急にやっぱり行くのやめようかななんて憂鬱になった経験ありませんか？もし電車が遅れたらどうしよう。乗り換えに失敗したらと起きてもいないトラブルを頭の中でぐるぐると考えてしまう。実はこれ、左脳と体の神経系の働きでとても自然なことなのです。左脳には過去のデータを整理し未来を予測するという役割があります。しかし体の神経系は脳が描いたイメージと現実の区別がつきません。そのため部屋で布団に入っているだけなのに左脳がトラブルの未来予測を始めた瞬間、体の神経系がぎゅーっと緊張し、ストレス物質を分泌し始めてしまうのです。これが不安のメカニズムです。だから時代の変化を前にして怖いと思ったら、その感情を否定しないでください。ああ、私の左脳がけなげに未来の危険を予測してくれてるんだな。教えてくれてありがとう。そう言って温かい飲み物を飲んだり、少し歩いたりして、体の緊張を軽く受け止めて逃がしてあげてください。左脳の防衛本能に、OK わかったよって言ってあげるだけで、体のこわばりはスーッと抜けていきます。そもそも私たちの頭の中には常に考える方と感じる方という二つの選択肢が存在しています。まず今お話しした考える方、つまり左脳です。新しく何かに挑戦しようとしたとき、頭の中でこんな声が聞こえたことありませんか？どうせ無理だよ。やめとけって、失敗したらどうするの？心当たりありますよね。でもがっかりしないでください。これはあなたの本心ではなく、単なる左脳の自動音声なんです。左脳は過去の膨大なデータを引っ張り出してきて、あなたを安全な場所に引き戻そうとする性質を持っています。いわば人間社会で傷つかないための防衛装置なんです。だから変化やチャレンジが大の苦手。考えるだけ考えて最後は現状維持へと引き止めようとします。一方でもう一つの選択肢が感じる方、つまり右脳です。右脳は未来の不安や過去の後悔ではなく、今この瞬間をそのまま味わっています。それははっきりとした言葉になる前のとても繊細な感覚です。例えば服を試着した時にサイズはぴったりなんだけどなんか違うなぁと感じる
あの違和感。あるいは何かを食べた時に理屈はわかんないけどこれ好きって感じるあの瞬間的なお気に入り。こうしたなんか好き、なんか違うという感覚、皆さんも日常でよく使ってますよね。右脳の意識は決して特別な人だけのものではありません。私たちは全員生まれ持った素晴らしい機能としてすでに右脳を使ってるんです。ただ左脳のボリュームが大きすぎてその声が隠れてしまっているだけなんですね。ではここで左脳の暴走を止めて今この瞬間の右脳意識に戻るためのネトジュンさん直伝の簡単なワークを一緒にやってみましょう。今あなたの体の中にある何十兆個もの細胞たちに意識を向けてみてください。彼らは今この瞬間もあなたの体の中で一生懸命生きています。じわーっと温かい感覚ありませんか？その細胞たちに向かって心の中であるいは小さな声で優しく声をかけてみましょう。怖いよね。緊張しちゃうのも当たり前だよね。どうでしょう。不安を否定するのをやめて、細胞と一緒に笑って受け入れてあげる。それだけで意識は一瞬でまだ見ぬ未来の不安から今ここの安心感へと帰ってくることができるのです。面白いことにこの感じる方で生き始めると未来の不安も過去の後悔も頭の中からほとんど消えてしまいます。なぜなら右脳がキャッチする感じる力とは今この瞬間に私たちの神経系を駆け巡るリアルタイムの電気信号だからです。右脳は1分後の未来を感じることはできません。その代わり、今この瞬間に目に映るものを 100% ピュアに味わうことができます。ネトさんご自身、10年前までは左脳意識がとても強く、常にもっと素晴らしい自分にならなきゃと目標を追いかけ、今を嘆いてばかりだったと言います。頑張るぞと力んだり、もうダメだって絶望したり、頭の中の小さな世界であがき続けていました。しかし、左脳のおしゃべりを止めて、右脳中心の意識で10年間生きてきた結果、人間の神経系に備わっている感じる力が凄まじいレベルで開花したそうです。以前ネドさんが北軽井沢の豊かな自然に触れた時のエピソードがあります。木々の中の一本の木を見上げた瞬間、胸が爆発するほどの圧倒的な美しさに押し寄せられ、隣の木に目を移すと、さらに胸が締め付けられるほどの美しさが迫ってきたといいます。さらに青空を見上げると、今度は胸にドカーンと衝撃が走り、息が苦しくなるほどの深い感動で、全身の神経がビリビリと震えたそうです。目で見えている以上の何かを感じ取っている感覚。例えば人間の目には見えないけれど、そこに確実に存在する紫外線を腸が見ているように、ネトジュンさんの開かれた神経系は、ただの白樺の木を見ているはずなのに、その奥にある、まるで仏様と正面から目が合っているような、尊いエネルギーに反応していたのです。息が止まるほどの圧倒的な尊さ。何を見ても胸が震えて涙が出るほどの感動。これは特別な超能力ではありません。左脳のジャッジを手放し、
心と神経系を育ててきた結果、誰にでも起こりうる人間の本来の可能性なのです。いかがでしたでしょうか？頭で考えるのを手放し、体で感じる方で生き始めると、自分の力で何とかしようとする自力がスーッと消えていきます。そして世界の側から物事がうまく回り出す他力が発動し始めるのです。自分というちっぽけな存在がこの大きな世界、つまりおおらかな我らの一部として優しく受け入れられている安心感。全体の中でただ今ここにある。そして全体として起こり終わる。また何かが始まる。そんなとても穏やかで不思議な感覚に包まれるようになります。AI の登場によって激変するこれからの時代は、こうして肩の力を抜いて感じる方を選んだ人から、優しく楽に進んでいけるようになるのかもしれません。皆さんはどう感じましたか？しばらく今の感覚を味わう時間をお過ごしください。